こんにちは、ハルトです。9ナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。構造化思考のレッスンは、ビジネスパーソンや問題解決を求めるすべての人に向けて書かれた小悪意バカ型による一冊です。現代社会においては、情報が膨大にあふれ、高度な判断力や的確な問題解決能力が求められます。本書はそのような複雑な状況下でも自分の頭の中のをクリアに整理し、論理的なアプローチで課題に取り組むための構造化思考のスキルを体系的に学べる内容となっています。読者は単なる理論だけにとどまらず、実際のビジネス現場においてよく直面する課題や具体的なケーススタディを通して実験的なテクニックを習得できるでしょう。また、構造化思考の基本的な枠組みや思考の民に限らないための注意点、他者への分かりやすい伝え方など多角的な観点からアプローチされています。思考力の基礎体力を伝え、ビジネスのあらゆる場面で役立つ力を身につけるためのガイドとして多くの読者から支持を集めている一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、構造化思考とは何か。構造化思考とは、複雑な問題や情報を整理・分類し、その全体像を把握するための思考法です。本書では、情報の洪水の中で混乱せず、論理的な精進で考えを進めていくことの重要性が強調されています。構造化思考を実験することで、目の前の課題をシンプルに俯瞰し、多面的な観点から本質に迫ることが可能となります。また、構造化することで、後続の議論もスムーズに進みやすくなり、納得感のある意思決定やアウトプットにつなげやすくなるメリットがあります。具体的なメソッドとしては、情報を分類するスキル、因果関係を整理するフレームワーク、そして思考の全体像を閉じ化するためのツールの活用などが挙げられます。これらを身につけることで、個人のタスク管理からチームでのプロジェクト推進、顧客へのプレゼンテーションまで、あらゆる場面に使用できる基礎力が備われるのです。次に、MIC の原則と応用。MICE とは、Mutually Exclusive Collectively Exhaustive の略であり、情報を漏れなくダブりなく整理するための原則です。本書では、このMICE 思考がなぜビジネスに不可欠なのかを多角的に解説し、実験での活用法を丁寧に教えています。例えば、企画書や提案資料を作成する際に MECE を意識して項目を整理すれば、聞き手を混乱させず論点が明確になります。さらに、意思決定時に選択肢を網羅的に出すことで隠れたチャンスやリスクにも気づきやすくなるのです。本書では、情報を段階的に分けて分類し、優先順位をつけたり、重複している内容を排除したりするワークも掲載されており、MECE の原則が実践的に身につきます。ビジネスのみならず、日々の暮らしのあらゆる場面でも MECE を応用することで、無駄や見落としを減らし、効率的な思考と行動が身につくでしょう。さらに、ロジックツリーによる課題分解。ロジックツリーとは、問題や課題を細かく分解し、関連性や原因を明らかにする思考ツールです。本書では、悩みや課題に直面した際、漠然としたままにせず、なぜ、どのようにを繰り返し問い続け、論点を死にばかれさせて深掘りする方法派を紹介しています。これにより、問題の根本原因を特定しやすくなり、効果的な解決策の立案にもつながります。また、ロジックツリーを活用することで、チーム内の共通認識を作り出し、メンバー全員が同じ土俵で議論できるようになる点も大きな利点です。実際のビジネス事力やケーススタディをもとに、どのプロセスでロジックツリーが役立つのか、また導入時に限りがちな問題点やその対処法まで紹介しており、初心者でも無理なくスキルアップできるカリキュラムとなっています。そして、伝える力と構造化思考の関係。構造化思考は自分自身の思考整理のためだけでなく、他者と情報を共有したり、説得力のあるプレゼンテーションを行う上でも集めて重要です。本書では、構造化された情報こそ、受け手が納得しやすく正確に伝わることを強調しています。具体的には、
ストーリー性を持たせたフレームワーク作り、結論から先に提示するピラミッド構造、要点ごとに区切られた倫理展開など、間人に伝わる伝え方なのコツが豊富に取り上げられています。また、説明画が苦手な人やアイデアがうまく伝わらないと悩む人のために、日常会話やビジネスメールでも応用できる実践テクニックや練習課題も掲載。これらを通じて情報伝達が圧倒的にスムーズになるだけでなく、自身の信頼感や評価を高める効果も期待できます。最後に、思考の民とその回避法。人間の思考はとかくバイアスや思い込みに左右されやすいものです。本書では構造化思考の重要性を説く一方で、気をつけなければ容易に限ってしまう無思考の民とについても詳しく触れられています。例えば、限られた先入観に喰らわれて重要な仕事を見落とす認知バイアスや、表層的な情報だけで判断してしまう危険性などが紹介されています。さらに、論理の飛躍によって必然性のない結論に勝ってしまうケースや、情報が多すぎて混乱してしまう情報の上巻きなど、ありがちなシーンごとに対策が提示されています。各章にはセルフチェックや練習問題が用意されており、自分が無意識にどのような民に限りやすいのかを客観的に認識し、日々アップデートしていくための方法論がまとめられています。結論として、構造化思考のレッスンは、論理的な思考や問題解決のスキルを高めたいビジネスパーソン、就職活動中の学生、さらには日常の課題に効率よく対応したいすべての人にとって非常に有益な一冊です。本書は単に理論を解説するだけでなく、読者自身に実践してみようという気持ちを促すワークや具体力を数多く取り上げています。これによってインプットだけでなくアウトプットの例も自然と身につき、実際の現場まで役立つ本物の構造化思考が体得できるでしょう。特に日本のビジネスシーンでありがちな説明が分かりづらい、議論が迷走するといった問題に悩んでいる方にこそ手に取っていただきたい一冊です。また、他の類似書籍と比較してハカモハカ型の豊富なファシリテーション経験と具体力を教えた説明は、初心者にも理解しやすく、ステップバイステップで考え方が定着するよう工夫されています。構造化思考を通して自己成長を加速させ、効率的な問題解決能力や説得力あるコミュニケーションスキルを身につけたいなら、本書はまさに最適なスタートガイドです。ご支援いただける場合は、クワモキファスナポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。